おはようございます。特急便です。2023年10月8日日曜日、朝10時ちょっと過ぎです。これから出発します。コメントの方で、私、引退します。または、本業じゃなくて副業にしますって方から、メッセージいただきました。この時期あるんですよね。私もこういう案内をしておきながら、必ずしもたくさん鳴らせるっていう情報、お送りできなくてすいません。私の、情報のメインは、大体その人の属性によって、その日のなりは決まってますよっていうことなんで、たくさんなる人は、そのままたくさんなります。閑散期ですと、ちょっと列として、列後になる人、その人のなりは、そのオンラインする前から大体決まってます。ならないときは、ほとんどなりません。で、その方の意見として、レストランにピックに行って、料理の、制作待ち、料理待ちが、時間が困るってありました。で、料理待ちの理由としては、3つあります。1つは、単なるレストランの怠慢。怠慢っていうか、向こうは一生懸命、真心を込めてやってるつもりなんですけども、配達員が来てから作った方がいいかなと思う店もありますし、ただ、単に作るのが遅いっていうのもありますし、それで待たせるんですよね。で、今もうなくなっちゃいましたけど、昔中目黒じゃないですね。中目黒から商店街西に抜けて、ちょっと上がってたところ、右に入って、他の行き方もありますけど、三叉路のところに、店名言うとあれですね、英語で言うと、ブラブララボラトリーみたいなゴーストレストランがありまして、で、建物の左側から入っていって、で、入り口がありまして、2階上がっていくと、段ボールが積んでありましたね。で、もうそこに配達員が4人5人待ってて、で、椅子が用意してあって、ここでお待ちくださいなんて書いてあってね。で、配達員向けのお茶とか用意してくれてね。で、待たせる気満々のお店がありましたよね。あそこまでされると、配達員側としては、ピュッお手上げです。もう何もできません。あそこは私、もう事情分かってから全部拒否しました。で、今、調理の遅いレストランの話したんですけども、ただね、レストランの従業員さんとか、オーナーさんも、配達員登録してね、こちらのことをよく知ってる人が多いですから、実際には向こうもね、気を使って、どんどん調理出してくれますね。あんまり待たせないように、気を使ってくれてるような気がする。二つ目の理由としては、優先される遠くの人が鳴った時に、それを拒否しますよね。またキャンセルした時に、熟成で近くの人がランダムになるんですけども、近くの人が取りに行った時に、もともとは、例えば遠くの10分かかる、ピックに10分かかる人が取りに来る予定で、調理時間に合わせたのに、近くの人が2分で来ちゃったから、まだ注文が入ってないとか、まだ調理に取り掛かったばっかりだっていうのがあります。で、ウーバーのシステムとしては、配達員が取りに行った時に、料理ができてるようにする、すごく研究してます。そんなアプリ作ってる人はいつ料理ができるかなんか見えないからわかんないですよね。そういうのはね、ウーバーではものすごく研究してるそうです。ショッピングモールに入っていく場合、配達員が外に自転車とかバイクを置いて歩いていきますよね。で、歩く時間も考えてる。GPS ではこの人が今自転車に乗っているのかバイクに乗っているのか建物の中を歩いているのかも分かるそうです。で、それを計算して過去の配達員のタップ時間から推計してこのお店はこのくらいで料理を作るだろうというのを計算しているらしいです。ですから Uber の配達員が取りに行くと大体ちょうどできてますよね。それは研究の成果です。でも、今、さっき言ったように、遠くの配達員呼んで、キャンセルして、近くの配達員が行っちゃった場合は、ちょっとうまくいかない場合もあります。それが2番目の理由です。3番目の理由としては、これはレアなんですけども、その配達員の平均スピードの設定が低く設定されすぎているということがあります。
で、ウーバーテクノロジーっていうぐらいだから、常に配達員のスピードを、集めて、その人の平均スピードを出してるような気がしますけども、実際そうでもないみたい。かなり古いデータで設定して、その人が配達始めた頃のデータで平均値を取って、それでもう設定したらほとんど変えないみたいです。私の場合だと、もう6年前かな、7年前かな、麻布十番とか、六本木1丁目とか、あの辺でやっていた平均スピードでずーっと設定されていたようです。で、当時は、ウーバーアプリもあんまり良くなくて、3分の1ぐらいは住所が出てなかったとか、うまく配達できないことが多かったんですよ。で、その時間も計算されて、平均されてしまっていたんで、私の平均スピードは1時間 6.5 キロぐらいだったと思われます。で、この近くで、戸端のイオンかな、イオンにマクドナルドがあるんですけども、ここからそこまで5キロあるんですよね。で、その移動にピックの時間が50分、45分か50分ぐらいで設定されていたようです。ただ実際僕、もう慣れてますし、山越えがあったとしても、25分ぐらいっていっちゃうんですよね。そうすると、50分引く25分だから25分早く着いちゃうじゃないですか。で、イオンマックとしては、予約のものだったけども、まだ注文画面に出てない状態で僕が配達に来ちゃうということで、あなたちょっと早すぎます。何度も遠回しにお叱りを受けました。それで、ウーバーの本部に、ちょっとスピードの設定を僕が全然違うみたいなんで変えてくださいと。もうどんなにゆっくり走っても、信号ちゃんと守っても、信号を降りて手をしていったとしても、1時間に10キロ下回りませんから、10キロで設定してくださいとお願いしました。そしたら、向こうとしては、この人知ってるんだなと思うみたいで、詳しい説明はしませんけども、はい、設定を見直しました。という連絡が来ました。その後、全然そういう、早く行き過ぎはなくなりました。で、この YouTube の配信する前に、何本か他の方の YouTube 見たんですけども、本部に、運営に言うと何が良くなりますっていうことを話している人がいました。で、普通の人から見ると、そんなの前唾じゃないのと思うかもしれませんけども、その人の言うことは、おそらく合ってます。私が今さっき言ったのと同じで、設定を見直してもらったんですよね。そうすると、6.5 キロよりは10キロの方が 1.5 倍速いじゃないですか。そうすると、取りに行ける半径が 1.5 倍になるでしょ。そうすると、面積は 1.5×1.5 の1.5の次乗ですから 2.25 倍になりますから、なる確率は 2.25 倍になるはずです。で、これは、設定とは別に、自転車とバイクの話でも同じで、自転車とバイクってそんなスピード変わんない場合もあるでしょ。でもちょっとだけバイクの方が速いですよね。それが自乗されるんで、かなり確率的には良くなります。で、自転車とバイクの設定が違うのは、半径だけですよって言ってたのは、昔のサポートセンターのスタッフが、言ってましたんで、それは間違いないと思います。では、出発します。おい！八幡東区昭和からスタートです。雨の近畿公園帯域です。4.3 キロ来ましたんで、それで妥協していきます。こういう結び方が全国的に流行ってますけど、これだとすぐ取れちゃいます。ですので、僕は結び直します。1軒目カナダドロップシュールです。で、さっきの袋の話なんですけども、これは今、ごめんなさい、また後で話します。仕事が入りました。荒町ドロップです。2軒目です。さっき話が途中になってすみません。で、何も話してませんでしたけども、袋の話でね、これ私物の服が入ってるもんで、雨濡れてもいいように、いつもこの袋に入れてます。で、この袋に入れておかないと、私物入れに入れておいても、雨が降ってくると、染み込んじゃってね、切れなくなっちゃうんで、この方がいいと思います。で、本題に戻ります。で、全国的に流行ってるんですけども、このまま
どうぞ渡さないで一つ回して、この方が親切感があるのかな。どこのコンビニでもレストランでもこういうの多いですよね。ただお客さんとか配達員が一方だけ持った場合、ずれちゃう、そういうことがありますので、このまま運んでも十中八九大丈夫ですけども、僕の場合はキュッと結びまして、一つ回しまして、ここを通して、この状態で持ってきます。この状態ですと片手で離してもずれませんし、中が煮崩れしたくてもできませんし、崩れない。で、このままここをお持ちくださいで渡してもいいですし、こんな感じで渡しています。で、これと関連するんですけども、レストラン側が梱包に注意しているかどうか、それを判別する一つのワードがあります。これ崩れやすいんでお気をつけくださいとか、気をつけてお持ちください、親切なような気がしますけども、大体そういうところ十中八九ちょっと梱包が弱い傾向があります。そういうふうな偏見な目で見た方がいいです。で、その偏見で見た目が間違ってることも多々ありますけども、注意した方がいいとは思います。で、それでそういうお店に限って、さっきのこういうふうにこんな感じでね、気をつけてお持ちくださいってやるんです。今これは服入ってるだけなんでそんな大したことないですけども、料理がね微妙なのが入ってて、これ店員さんから僕が受け渡された途端に、ここが崩れて、ここがこういう風になって、ここが崩れてなんて想像できることがありますよね。で、それは僕の場合ですけど、持たない方がいいです。申し訳ございません、ちょっと一回置いていただけますかって一回置いてもらって、店員さん変な顔しますけど、ちょっと今崩れやすそうに見えたんで、ちょっと紐だけ直しますね、ちょっとここだけすいませんつって、そこの場で直させてもらって、どうもすいません、失礼しましたって持っていきます。そうしないと、受け取ってからだったら、何注意してないんですかってなっちゃうから、その場で一回置いてもらった方が確実です。さっきの加盟店のちょっとした言葉の話なんですけども、逆に梱包に自信のあるところはそんなことを言いません。例えば田町だったかな、札の辻橋ってところを渡って左側行くと、まだ加盟店なのかな、中華レストランがあります。銀座が本店、銀座の7階だか8階だか本店で、そこにも同じ店があって、で梱包がすごいんですよね。雑に見える。90度縦になってるのもあるし、でそれ見て私が心配になって聞きます。梱包これ大丈夫ですか、これ縦になっちゃってますよって言って、大丈夫っすよって言うんですよね。で中にはね、逆さになっちゃってるのもある。これ逆さですよ、いいんですか、大丈夫っすよって言って、大体梱包が完璧な店は気をつけてお持ちくださいなんて絶対言いませんから、もしそういうの言われたらピカンって気づいて、ちょっと気をつけてみてください。で、今ちょっと荷物の扱いのコツを披露しましたけども、どうしてもね対応しきれないお店も中にはあります。これはごく初期の麻布十番のお店でしたけども、麻布十番の真ん中にちっちゃい長方形のロータリーがありますよね。ちょっと坂になってるところで、石畳みたいで、自転車で行くとガタ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 、そんなところのロータリー。そのロータリーの近く、ロータリーに面してませんけど、その近くに、鍋物屋さんがあってね、普通鍋物の宅配っていうと、汁袋に入れて、あと惣菜入れて、で、ご家庭で、ハサミかなんかで、汁切ってドボーンって入れて、それで一緒にしてくださいが普通じゃないですか、今だと。で、当時ね、そのお店は高級感を出そうとしたのか、この鍋にね汁を入れて、で惣菜並べてそのまま運べって状態だったんですよね。それで
まあ、気をつけてお持ちください。やっぱり言われたんですけど、気をつけてお持ちください。はい、わかりました。ペッて戻すでしょ。あ、ちょっと気をつけてください。で、斜め5度にしてもこぼれますから気をつけてください。ってそんな運べないなと思って、こんな感じで、で、カバンに乗せて、で、運んだんですけど、3回やって3回ともこぼしちゃった。もしかしたら、カバン背負って、ヒュッて行った途端にもうこぼれてたかもしれない。で、自転車とかバイクとか車もそうですけども、絶対加減速しますよね。ビューンって言って、ビューって止まりますよね。その時に、液体だから、波打ってビューンっていっちゃいますからね。絶対それこぼれます。で、そういうお店に出くわしたら、もう、受けない方針で拒否しかないですね。そうしないともう絶対やらかすと思います。大した雨じゃないですけども、まあ、ちょびっと降ってくる雨が寒いんですよね、これがね。日雨です。飲ませてください、もう少しってやつです。まあ、昭和ですね。走ります。すいません。いつもの公園に戻ってきました。東レ線法で習いました。次行きます。3回目、清水ドロップです。サイサイド、同じ公園待機です。これはどこに通報されるんでしょうか。多分、お題ですね。4件目、イボリです。来週のまたにクエストが出まして、今度70件ということで、まあ、今の僕にとっては、ちょっと、きついな、みたいな感じですね。24分熟成、スシローチャレンジです。5.4 キロいきます。5件目ドロップ、牧山です。沖大待機です。さっきスシローチャレンジとか言っておきながら、寿司1個転がしちゃいました。すみませんでした。これ確か2回目か3回目かな。卵寿司の上が5ミリぐらいちょっとずれましたぐらいはしょっちゅうあるんですけど、転がしちゃうのめったにないんですよね。3、4年ぶりぐらいに転がしちゃいました。すいません。本宮町ドロップ6件目です。今、沖台の雨宿りできるとこ行ったら、カップルが抱き合ってるんですよね。ちょっと気まずいな、あれは。入れませんでした。入ってもいいんだけど、時火でーす。ピッ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 ってなね。隣の晩ご飯じゃあるまいし、夜のおかずどうですかみたいになっちゃうからね。やめてきました。阿蘇1号公園待機です。7軒目、阿蘇ドロップです。マイルールで、あと2時間やるように決めてるんですけどね。長いですね。ちょっとね、今日はね、体が濡れていて、それで気温が下がってくるから、体が冷えてくるんですよね。山岳遭難みたいな感じ。低体温症になりそうです。小雨だったら、小雪の方がいいですね。雪がね、パラパラでね、これ、はたくとね、落ちていくんですけど、雨どんどん染み込んでいくんですよね。で、冬の雨ってちょっと辛いですね。伊東津八幡公園待機です。この標語がいつも刺さるんですよね。やっとあったかいを見つけました。近景公園待機です。いい匂いです。まだ秋になったばかりなんで、このあったかいが少ないんですね。やっと見つけました。8軒目、白萩ドロップで終了です。はい、ちょっと暗いところですいません。10時間終わりました。今日の稼働時間に対する運転時間の比率は 30% ちょうど。最近としてはちょっといいですけども、まあ、誤差かなと思います。ではまた明日。失礼します。